前回までのあらすじ、ウォーハンマーしたいけど JK はウォーハンマーなんてしないので、世界をウォーハンマーっぽくしたら JK がしてもおかしくなくねと願った調査ねスミカ。なんとスミカは記憶を消した世界の創造主であり、退屈が一定値に達した時にどんな願いをも叶えてしまう。記憶喪失創造神だったのだ。隠して理想の世界を手に入れたスミカは早速部活を立ち上げてウォーハンマーライフを。まあ、そういう反応なりますよね。でも、改変前の記憶のおかげで、そういうことがあったんだって理解はさせられたから、とりあえずここにいる3人は、元の世界からどう変わったかわかるんだよね。まあ、そうっすね。そうだな。スミカちゃん自身神様の自覚はあるの？いや、全くない。証明できるものも何もない。だが高校以前の記憶がなくて、私生活には何不自由ない金が送られる。まるで人生イージーモードで、それこそ悠々自適に世界を満喫できるような。まあ、考えてもしょうがないか。そうだ、さあさっさとウォーハンマーを。いや、気にした方がいいこともあるっしょ。というと？人柱さんの家が退落したことっすよ。祭りでいいよ。あ、どうも。どういうことだ？いやだっていきなり厳しかった家が好きなことをしろって表現したわけで。そりゃ退落したからな。そもそも退落ってなんすか？なかなか聞かない単語っすよそれ。ウォーハンマー 4PK では、人類そのものを裏切り暗黒側についたことを言うな。思った記憶がやばいっすよ。お家が国家テロリストになってますよ。大丈夫だよ。うちは裏工作員から民営化したようなもんだから。全然良くないっすよ。てか元の家も意味不明っすよなんなんもう。もともとは神様に奉仕するためにいろんなことに精通しとけみたいな家だったんだけど、結局は国に使われるだけの家になって、なんかそれこそマリーンみたいだったのが、世界が変わったら大逆マリーンになったっていうね。それがやばいんですって。大丈夫だよ。前よりずっと居心地いいし。いやもうやばい話が増えてまとまりにくいんですけど、うちが言いたいのは、改変で環境をもっくそ変えちまってることですよ。祭りがいいて言ってるんならいいだろう。今回の祭りさんはいい方向に改変したみたいっすけど、中には家庭崩壊した家とかもあるかもしれないじゃないですか。多分ないんじゃないかな。なんとなくだが私もそんな気がする。何を根拠に？例えば私がバイトした現場のスケーブンは、本来はかなりの危険種族だがここでは違ったんだ。そうなんですか？ああ。特徴は、汚い、湖水、数が多い、技術力が変な方向に高い、すぐ裏切る。人類社会の地下に潜み、都市の下で巨大な巣を作り、食料、死体、機械、魔力資源を貪りながら増殖。氏族社会で分派があり、各氏族が権力争い、妨害、分裂、食い合いを繰り返している。うわー、すごい。よくそんなひどい種族思いつくな。で、そんな連中が現代日本に住み着いたらどうなるか考えてみろ。上下水道、地下鉄、共同港、地下街、雨水排水施設など、都市の下がかなり発達する。発達？汚染じゃなくて？汚染もあるがスケーブンの技術はチートクラスでな。チート？そう簡単に言えば、中世時代に核融合できるくらい技術を持ってる。チートどころかチートっすわそれ。ミツルちゃんツッコミがバグってるよ。そんなんだからまず、現代日本に現れれば間違いなく文明を理解するだろうな。単純なファンタジーのやられ役モンスターじゃないのか。ああ、だからもし連中が現代日本に住み着こうとしたら、かなり工夫しやがるだろうな。面白そう。どうなるの？これは氏族によってだいぶ違うかもしれんな。と言いますと？暗殺や密偵の衛神氏族の場合、雑居ビル、歓楽街、廃旅館、山間部の廃村、地下鉄駅周辺に潜み、裏社会やブラック企業、カルト、半グレ組織を利用するだろうな。反射が普通に増えやがった。しかもこいつら姿を見せないよう潜むから、怪談や都市伝説で済まされるかもな。種族一つで大事案発生してる。地方もやばいだろうな。熊が降りてくるレベルの山国日本だと、生物を改造するモールダー氏族からすれば宝の山だ。あ、それってこんなの？そうそうまさにそれだ。なんつう化け物っすか。ディスイズ改造生物みたいな形っすよ。地方には廃校、廃工場、山中の畜産施設、巨大な地下駐車場、閉鎖されたテーマパークなどが放置されてるからな。ここを根城にネズミ、イノシシ、カラス、野犬、クマ、外来生物を改造するだろうな。じゃあこんなのが山から降りてくるんですか？甘い甘い、きっちりと嘘つくんで大量に攻めてくるだろうさ。すごい。驚くのはまだ早いぞ。こいつらは種族間で取引してこれらを共有することもあるからな。地方だけでなく、都市で逃げ出した生物兵器が暴れ回るなんてことも。すごーい。リアルバイオハザードだ。喜べねえっすよ。一瞬でポストアポカリプスですよ。安心しろ。疫病をばらまくペスティレンス。技術の強いスクリールなんてのもいるから、隠れ潜んで気づいた頃にはもう日本はスケーブン天国になってるだろうさ。やったー。やったーじゃねえっすってば。どんだけやばいんだよウォーハンマー。いやでもスケーブンは規制に近い形で住み着くから、スケーブン王国よりかは裏から乗っ取るような。もういいっす。女子高生には刺激が強すぎますって。私はもっと聞きたかったな。スケーブンのコデックス8800円フルカラーで100ページ以上ありますから。すごいボリューム。でしょ話してるだけで日が暮れるっすよ。そうだな。話が本題からそれてしまう。私が言いたいのはここからでな。
現実世界の話してたんだったそういえば。そう、私のバイト先がスケーブンの穴掘り部隊だった話な。今の情報知っててよくスケーブンとこでバイトしましたね。面接するまで知らなかった。だがスケーブンにあるまじき常識人でな。窃盗、パワハラ、その他一切なく学生の立場を考えて労働させてくれたよ。それはすごいっすね。昨今のバイト問題が一切なく労働し終えられたなんて。リトルちゃん何気に現代日本ビルってない？それどころか敵対してるストームキャストとも、比較的友好関係を築いてるように見えたな。スケーブンともめ、ワープストーンは貴様らしか任せられないからといって調子に乗るな。エンバーストーンの収穫はこちらの方が上だからな。ただの競合他社になってますやん。おいおい、人決算とこは働き者でいいですね。こっちは人手が足りなく高校生雇ってるくらいでさ。何？高校生だと？ああ、なんでもウォーハンマーするために金がいるんだと。だと？初任給はバトルコースと決めている。おかげで危ないくらい一生懸命労働してるぞ。そんな。私はウォーハンマー趣味を30年続けてるが、妻と娘には白い目で見られながらやってきていた。急に自己紹介始まった。ウォーハンマーは食玩程度の大きさのホビーの割に、値段はその辺のプラモデルよりも高い。それゆえ、価値を見出せないものには異常に高いだけのホビー趣味と見られる。それを高校生がお金を貯めてウォーハンマーするなんて。そんな驚くものなんつ？界隈の様子が伺えるね。どうも、バイトの業者の住みかです。わかんな、女子高生だと。そのウォーハンマー部の部長だとか。そんなやる気のあるアコードが同じ現場にいるなんて、そんな、羨ましい。そんなん悩むもんなの？聞いたところ、家族から趣味を認められず、それでもウォーハンマーを広めようとイベントや大会を開催し、界隈にウォーハンマーの魅力を伝えようと30年続けてきたが、高校生のような若い人が残ることはなかったんだってよ。ああ、まあ、そこまでしてる人なら、若い子がウォーハンマーしてるってだけで感動るものなのかな？その人のゲーム会参加してみたいっす。横島な理由で邪魔してやるな。そう、我々もウォーハンマーしてる声の福利構成をつけるぞ。隊長落ち着いて。というわけで、この世界では、完全敵対アジンでさえ平和にやってるんだ。あまりにカオスで初見はビビったが、街を走り回っても混乱は一切なかったからな。目の前の世界の状況への恐怖は失われ、むしろウォーハンマーできると頭がいっぱいだった。ああ、それでのんきに部活なんて始められたわけっすね。じゃあまとめると、ウォーハンマー世界のヤバい部分はうまく現代日本に落とし込まれて、平和は絶対に維持されてるから安心ってこと？そう考えてしまえばいい。そして私たちはウォーハンマーを楽しむのだ。イエーイ、やったー。まあ、考えてもしょうがねっすね。うちも姫なるために頑張るっすよ。姫？ああ、いつるは女子の少ないウォーハンマー界隈で、姫になってチヤホヤしてもらうために入部したんだ。デスガイザストアに行ったらチヤホヤされてたのはサンゴ社で、うちは見向きもされなかった。悔しかった。だけど今度はうちが人類初のサンゴ JK になって、根こそぎファンを奪ってやるっす。思考回路についていけない。いつるは高校デビューしたばかりだが、根が真面目なせいで変な行動力してるんだ。なんとなく納得したよ。だがいつる、どうやってウォーハンマー界隈で姫になるつもりなんだ？何言ってんすかスミカ姉さん。さっき言ってたみたいに若い子が少ない界隈っす。そこでウォーハンマーを真面目にプレイしてればそりゃもう一気に姫っしょ。それはどうだろうな。ここ最近ウォーハンマーする女子の動画チャンネルが増えてきてな。どうせ売名っしょ。いつるちゃんがそれ言うの？トリマ見てみろ。どれどれ？ウォーハンマーはミニチュアを並べるウォーゲームです。日本ではあまり馴染みがないのでパッとしませんが、英語圏ではガン、ラナミに親しまれてる趣味でございます。様々な軍勢から選んでミニチュアを並べる光景は圧巻の一言。この大聖戦の歴史に名を残すのはそう。これを見ているプレイヤーさん自身です。さあ、あなたも今すぐ、レッツフォージエンペラー。10センチメートル未満で5体入りのミニチュアが1万円は高すぎる？食玩模型みたいなんに金をかけたくないって？だからお前らはモテねえんだよ。アデプトス広報換算。例えば広報換するなら本気で笑顔の練習すんよ。仕事だから、可愛くないとあかんの。アデプトス広報換算。化粧もヘアメイクも毎日気使って時間使って整えるなんて当たり前。うちだけちゃうぞ。飲食店なら手が荒れるから手に金と時間かけとるし、引退なら足使うから足のメンテで金も時間も投資しまくっとる。それを第一印象で値段が高いとすぐに言葉も選ばず言う人間なんじゃ。モテるわけあれへんやろがい。通ってるようで通ってませんよアデプトス広報換算。優しいわ。金と時間かけて継続してるものは等しく美しいもんなんじゃ。囚人が時間かけて作ったミニチュアはどれもお値段をはるかに超えた宝石やろがい。納得できへんやと。そんならうち見てみ。可愛いやろがい。確かに可愛い。説得力ある。ウォーハンマーの価値を全身で説得する聖女。わかればええねん。勝てねー。強すぎる。なんだよこの化け物。前半の丁寧な物腰から一転、キレゲーで視聴者を釘付け。だが態度とは裏腹に見た目も気遣い、ウォーハンマーとプレイヤーに対するリスペクトもバッチリ。プロフェッショナルを交えて力説し、クリエイティブな趣味の価値を底上げ。それで褒められたら素直に喜ぶけなげさとか何なんだよー。こんなの勝てるわけないよー。どんまい。いつる、ウォアチューバーを見ても界隈で活躍している人たちはいるんだ。世界改変でひどい名前なってる。今紹介したアデププス広報館。女子プレイヤーが集うゲーム会対戦ありがとうございました。お前が負けた初心者向けの変異、真心のウォーハンマー動画。
死にゲーと丁寧な解説で人気の教えないでジュカーリ先生。他にも学園で部活をして商品説明などをしている JK もいる。うちら以外にもウォーハンマー JK がすでに。そういうことだ。ウォーハンマー界隈で姫になるのはもともと簡単じゃなかったんだ。そうなんだ。海外では女性プレイヤーは日本より多いが、いつるみたいにチヤホヤ目的のやつがいるらしくてな。当然だが、ウォーハンマーしに来てる人からすればいい印象ではないみたいだぞ。ボアチューブの世界でもそうだ。男趣味のものを女子がして人気を取ろうとするが、結局続かず需要のある方へ傾く者がいて、そんな活動をすれば実は好きでなかったことがバレて元界隈からは嫌われる。ウォーハンマーするなら多少歪んでる方が私としては好みだが、いい加減なことをすれば、また敗北を味わうぞ。うわー。普通にウォーハンマーしない？よくわかったっす。姫になるのも一苦労ってわけっすね。ただここで終わればうちはまた流されるだけの人生っす。高校生活。一つのレジェンド作るためにも、ウォーハンマーをやるっす。よかった。ウォーハンマーする流れなった。いつる。スミカ姉さん。ミニチュア組み立てよう。そういえばそこからだったね。先生お願いします。切り替え早いのはいいことだね。いいです先生が精神性を教えます。よろしくお願いします。誰かが笑った黒い空の下。まずミキサーはランナーからパーツを切り取るものです。刃の平らな面を、できるだけパーツ側に向けるのが基本。そしてコツはギリギリで切り離さないこと。修正は後でできます。なんならゲートを残して切るくらいを意識してください。ゲート？パーツとランナーを繋いでる部分です。パーツはどれを切ればいいんですか？説明書に記載されてる順番で大丈夫。だけど細かくて似たパーツが多いから気をつけて。何番。わかっていたが、本当に似たパーツ多すぎて大変だな。これは上級者でもついつい油断してパーツを見失うからね。初心者ならなおさらじっくりとだよ。いつる、落ち着いていこう。了解っす。2人も切りましたけど、言われた通りゲート結構残ってるっすよ。全然いいよ。次はゲート取るから。これを取るんだな。使う道具はデザインナイフ。ラフルが基本になるよ。本格的っすね。難しくないよ。デザインナイフはハーフでラベル用に力を入れるのを意識してみて。思ったよりスパッといったっす。いつる、怪我しないように気をつけろ。わかってますって。綺麗にできたね。これならここは大丈夫かな。これくらい細かいのが残ってたらヤスリの方がいいっすかね。とりあえず使ってみて。はいっす。であれ、結構傷ついちゃったかもっす。これくらいなら大丈夫だよ。ペイントしたら気にならないから。よかったな、いつる。そうっすね。いつるちゃんはナイフの方が使い心地いい感じかな。まあデザインナイフで十分かなとか思ったかもです。人によってはヤスリ使わない人もいるみたいだから、そこは絶対ヤスリとかじゃなく、自分のスタイルにつけていくといいよ。楽しみ方いろいろっすね。勉強になるな、いつる。次は接着。ミニチュアの多くはグラ製だから絶対にプラスチックの接着剤を使ってね。瞬間接着剤とかだとダメなのか？質問。プラ接着剤はプラスチックを溶かす溶剤なの。溶剤だったんすか？プラスチック専用だから触れても大丈夫。安心してね。よかったな、いつる。お肌にも安心だ。姉さんさっきから横でうるさいっす。ごめん。では、どうしたの？なんかめっちゃ武器多いんすけど、これどうしたらいいっすかね？これは武器によってルール違うやつかな。じゃあ考えて作らないと。バトルドームかコデックスある？いや、ミニチュア買うのに精一杯で。あららら。私の出番だな。ルーカちゃんが復活した。ウォーハンマーの世界観を知るのは大好きだからな。あらかじめバトルドームは購入しといた。部活の備品として置いておく。好きなように使え。ありがとうございます姉さん。そして私がおすすめしたいターンゴールの組み合わせは、大臣持ち豪傑だ。なんすかそれ？もともとターンゴールに渡したような武器全てにルールがあったんだが、販売とともに一つのルールに統一され、残ったルールは大臣だけになったのが前の版。そうなんだ。そして今の版はその大臣さえなくなり、武器それ自体は好きなのを持たせて構わない。じゃあ好きな武器持たせていいんすね。10人の中に楽器、旗、チャンピオンがいれば武器は自由だ。その3つは必須なんだ。ややこしいっすね。けどなんで豪傑に大臣がおすすめなんす？これまで大臣は、一般兵しか装備できないというルールだったのだが、大臣ルールが撤回されていた今、世界武器を振り回す豪傑を君臨させても良くなったんだ。そういうこと。なんか見た目も強くなりそうっすね。何より今の版だからこそできるトレンディな産を作り、目標の輝かしい一歩にするんだ。できたー。すごいぞいつる、かっこいいぞいつる。これが、うちの人生最初のウォーハンマー。それだけじゃない、お前は今、どの3号車よりも新しい11班3号を組んだんだ。うちが人類で初めての3号。すごいよ。歴史を刻んだウォーハンマー JK だよ。ありがとう。スミカ姉さん、まつりちゃん。この3号は、うちの一生の宝っす。こうしちゃいられない、おしゃれなカフェで部員の成功を祝うぞ。当時エンペラー。あの子たち、なんであんなはしゃいでるの3人でミニチュア一つ初ビルドしたんだってさ。3人で1つ。それであの盛り上がりを打って。大丈夫なの？部活として。